こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆ヨガと言います。いつも武器とか防具を作ってます。今回は鬼滅の刃に登場する忍の髪飾りを作っていました。蝶の形をしていてとても可愛らしいアクセサリーです。それでは作り方に行ってみましょう。まずは 0.3mm 厚の透明のプラスチック板からパーツを切り出します。こちらはネット通販で買ったものですが、タミヤからも同じようなものが出ていますので、それでも構いません。タミヤの商品でしたらおもちゃ屋さんの模型売り場に売っております。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。マーキングが終わったら切り抜いていきます。動画だと一瞬ですが、細かいところがとても切り抜くのに苦労します。結構時間かかりましたね。全部切り出すのに1、2時間かかりました。こちらはもう1枚の羽です。細かいところはデザインナイフの方が切り抜きやすかったです。デザインナイフはホームセンターかおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。というわけで一通り切り抜き終わりました。全部で6枚のパーツがあります。この後瞬間接着剤で接着するのですが、そのままだとノリが悪いので紙やすりで表面を荒らしておきます。320番のものを使ってます。ヤスリを一通りかけ終えたら瞬間接着剤で接着します。使っている瞬間接着剤は100均の商品を使ってます。ずれないようにきっちり調整して貼り付けます。片面を貼り終わったら裏返してもう片面の方にも同じものを接着します。両面に接着し終わりました。もう1枚ある羽を同じように組み立てます。研磨をして瞬間接着剤を塗って両面にパーツを接着して組み立てていきます。グルーガンで筋を描きます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買うことができます。熱い道具ですのでうっかり触らないように気をつけて作業してください。続けてもう1枚の羽にグルーガンで模様を描きます。そのまま塗装すると塗装のノリが悪いので、プラスチックプライマーというプラスチック用の下地を塗ります。これを塗ると塗料のノリが良くなります。ホームセンターで売っています。エアブラシを使ってプラモデル用塗料のミスターカラーを吹き付けます。ミスターカラーはおもちゃ屋さんの模型売り場で売っています。少し透明感のある感じにしたいと思ったので、エアブラシでほんのりと拭いています。そういったこだわりが必要ない方でしたら、スプレーなどでも良いですし、そもそもプラスチック板も透明のものじゃなくても構いません。色を塗り分けるためにマスキングテープを貼り付けます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売っています。まずは広い面に貼り付けて、端をデザインナイフで落としていきます。次は縁にある細かい部分です。テープを貼り付けた後、綿棒で押し付けて、その縁をデザインナイフで切り抜いていきます。非常に数が多いので、とても時間がかかりました。実際は2時間ぐらいマスキングにかかってると思います。マスキングがめんどくさいという人は、筆塗りでも良いかと思います。というわけで、マスキングが完了しました。紫色に塗ります。これも動画ではエアブラシを使ってますが、スプレーなどでも構いません。乾燥したらマスキングを剥がしていきます。細かい部分はピンセットを使ってつまみ上げていきます。一通り剥がし終わりました。艶出しと表面のコーティング目的でミスタースーパークリア光沢を塗ります。こちらはおもちゃ屋さんの模型売り場に売っています。2枚の羽をグルーガンで接着します。装着用のヘアクリップをグルーガンで接着します。動画ではヘアクリップを使ってますが、ヘアコンブとかゴム紐とかでも構いません。というわけでこれにて完成です。重量は 30g と非常に軽いです。ご覧の通り羽が少し透けています。この透けた感じを出すために透明のプラスチックを今回は使っていました。いかがでしたでしょうか。なおプラスチックでできてますのでとても丈夫です。簡単に壊れるようなことはありません。制作時間は10時間、材料費は1000円となっております。
サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点なども載せております。実際に作ろうという方はそちらもぜひご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。動画の内容に関して何か質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。鬼滅の刃の動画は他にも色々あります。炭治郎の日輪刀、善逸の日輪刀、伊之助の日輪刀、忍の日輪刀、義勇の日輪刀、蜜りの日輪刀、鋼塚さんのお面、そして炭治郎の耳飾りといろいろありますのでぜひご覧ください。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるのでぜひそちらもご覧ください。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter やサブチャンネルもやってます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。型紙をどうやって作っているのかをざっとお見せしたいなと思います。型紙を書くのに使っているこちらの紙は工作用紙です。メモリ付きの硬い工作用の紙となっております。ホームセンターや100均で売っております。それでは動画をじっくりご覧ください。